こんにちは、タビエルです。静岡の伊豆高原チャイニーズオーベルジュ千座飯店に泊まってきた時のお話をします。I do.
まい。もう最高にうまいわ。あ、そうなの？はい。最後言っちゃったないよね。一応もらったんだけどやっぱりダメでしたね。あ、そうですか。オーベルジュは泊まれるレストランといった意味のフランス語です。シェフは納得いく食材を手に入れるために田舎に店を構え、そんなシェフを追いかけてお客もはるばる田舎まで足を運ぶ。料理を堪能し、もう動きたくないって感じでレストランに泊まることが起こったんですね。セ座飯店はその中華料理版といったところでしょう。飯店というと日本人の感覚ですと食堂みたいなものをイメージしがちですが、これは中華圏ではホテルを意味します。お話を聞くとオーナーシェフの龍太郎さんは化学調味料を使わないでどうやって旨味を出すかを30年かけて研究してきたそうです。中華料理の現状というと化学調味料ありきの世界、真っ赤な色した缶が代表選手なのですが、それらが魔法の粉ともてはやされて誰が作っても出汁を取ったような味を簡単に出せてしまうそうです。手間暇やコストを削減できるので人気店を含む多くの中華料理店で使われているそうです。30年前の龍太郎さんはそれに対してなんか違うってシンプルに思ったそうです。そして化学調味料を使わずにどうやって旨味を出すかの試行錯誤が始まるんですね。たどり着いたのが素材、塩、油。食材はもちろん伊豆の海の幸、時々イノシシの肉なんかも出るんですよ。野菜のほとんどもこの伊豆半島のものでほぼ事足りるそうです。塩は海の塩、いろいろ試して世界の海の塩が17種類ブレンドされたものにたどり着いたようです。こんな話があるんですが、この鶏の中には養鶏所からもう卵産まなくなったからと処分対象だった子たちも含まれているそうです。ところが餌にこの塩を混ぜて食べさせたらまた卵を産み始めたんですって。土を蹴って元気に駆け回る健康的な生活になったのも原因かもしれませんね。次に中華料理に欠かせない油の話なんですけど、大量生産され一般的に料理に使用される油は化学溶剤で大豆などの原料を溶かし油を取り出すそうです。その工程には複数の化学薬品が使われるようですね。安いというのはそういうことなのでしょう。僕自身はこれが直ちに健康に問題があるのかどうかはわからないんですけど、中には体が拒否反応を示す方もいらっしゃるでしょうね。僕も朝マック食べて半日ほど胃が不快だったことがあるのも使われていた油のせいかもしれません。セ座飯店の油は主に有機栽培の紅花油で種子を押しつぶして絞り出したもの、圧搾製法っていうらしいですね。実はこの手の自然な油は体に良くてスプーンで飲めるほどだそうです。泉津に来た時はだいたい胃がパンパンになるまで食べるんだけども、それでも不快になることがないんですよね。セ座飯店の料理はパンチをお見舞いしてくるのではなく優しい味です。食べ進めても舌が麻痺するのではなく、むしろ敏感になっていく気分。素材を生かすっていう点では日本料理にも通じるかもしれませんね。音楽に例えても伝わる人は限られると思うんですけども、それぞれの楽器の鳴りがちゃんと聞き分けられる状態で耳に抜けてくる感じ。僕自身中華の美味しさをこの宿で知ったと言っても過言ではありません。無課長に加えて今ではグルテンフリーの料理にも取り組んでいるようで、そういう料理を必要とする方たちに認知され始めているようです。あと実は奥様が作るタッパイなど
本格タイ料理もこれまた絶品なのであります。スパイスを8ですってご自身で重宝するんですよ。鶏遊ぶのどかな小さな宿、知っておいて損はありません。帰りにはお二人が見送りに出てきてくれました。木々に覆われた長いまっすぐの坂道を登る間、お二人がずっと手を振っているのがバックミラーに映っていました。遊び歩いた夕暮れ、帰り道、その姿がふと思い浮かび、この度に最後の天然の味付けが振りかけられるのでした。